ご視聴ありがとうございます。今回は、東海道線や京浜東北線を利用している人なら見かけたことがあるかもしれない、ある設備のご紹介です。ここは、東海道線と京浜東北線、そして南武線が乗り入れる、川崎駅です。1日平均の乗車人員は、およそ15万人。JR 東日本で、10番目の乗車人員を誇ります。ちなみに、例のパタパタが先月引退した京急川崎駅は、歩いて10分程度かかります。ここから、東京方面の上野東京ラインに乗ります。東海道線のホームはここ数年で改修されて幅が広がり、混雑が緩和されました。一方、京浜東北線のホームは東京寄りに移動し、使用されなくなった部分が残されています。東海道線の下り線の脇にあるこの線路。これを活用した新線構想もあるようですが、それらの話は置いといて、宇都宮線直通、宇都宮行きが到着です。川崎駅は高速進入で有名な駅ではありませんが、かなりの速さで突っ込んできます。この後ろ側では、京浜東北線の列車が入線です。線路は京浜東北線と並走し、次の品川駅までの間に、京浜東北線には3つの駅があります。蒲田と大森を通過し、大井町駅の700メートルほど手前で、進行方向右側に、謎の青い設備が現れます。おおむね等間隔で並んだ支柱で支えられ、箱のようなものに収められている箇所や、カバーで覆われている箇所があり、高さも小刻みに変わります。線路沿いに続くこの設備、大井町駅の南側にある踏切の手前では一旦地下に潜りますが、すぐに地上に出てきます。ちょうどこの反対側に、京浜東北線の大井町駅があります。線路脇の傾斜に沿ってぐねぐねと曲がる場所はありますが、線路脇をひたすら並走し、新幹線や山手線と合流する部分を越えても線路の横に続きますが、品川駅の手前で地下に潜ったのを最後に、地上に姿を見せることはありません。1分45秒しか車窓に映らないこの設備。長さにして2キロ半ほどですが、他の路線では見かけない設備だけに気になる人も多いのではないでしょうか。列車は次の品川駅を発車です。改良工事が進んでいる品川駅では、線路が橋桁で支えられたダイナミックな光景や、駅舎などを支える柱の構築が進む光景も見られますが、あの設備がこの先の区間で地上に出てくることはありません。実はその行く先は、東海道線ではなく、品川駅で接続する横須賀線です。横須賀線は品川駅の先で34パーミルの下り勾配になり、4駅先にある、総武快速線の馬喰町駅のさらに先まで、およそ9キロ余りにわたって地下を走行します。急坂を駆け上がってくる車両を見ても、勾配のきつさがわかりますね。早速千葉方面行きの列車に乗り、先頭車両から観察してみます。スカレンジの愛称がある E235 系1000番台なので、全面展望もはかどります。すると地下に潜る直前で、線路の横にあの設備が現れているのがわかります。トンネルはしばらくして箱型から円形に変わり、単線シールドトンネルの横に通された設備はこのまま線路脇に続きます。次の新橋駅では、両方の線路の脇に設備があります。ただし久里浜方面行きのホームから見える方は反対側よりも細く、比べてみると違いがよくわかります。太さは倍くらいの差があり、そして細い方は駅の千葉寄りでトンネルの上に姿を消してしまいます。一方残った方は、次の東京駅でも線路脇に続き、総武快速線に入ります。隣の新日本橋駅はホームが一直線なので、延々と続く管が見えます。そしてこの管は再びトンネルに入り、次の馬喰町駅の方へと伸びています。ところでこの駅では、東京駅までで見たものに比べ、サイズが一回り小さいようにも見えます。ところがこの設備は、次の馬喰町駅の手前で姿を消してしまいます。この設備が車窓から見えるのはここまでで、馬喰町駅の構内やこの先の区間で姿を見せることはありません。東京駅から2駅4分とは思えない古びた雰囲気が特徴の馬喰町駅ですが、参考になるものもないので、逆方向に引き返します。品川駅から
遭遇するとありがたくない人も多い3駅先の蒲田止まりの列車に乗り込みます。東海道線の名前を出しましたが、この場所の最寄り駅は京浜東北線の大井町駅。駅を出て南に進みます。東海道線の車窓からはスケール感が分かりづらかったですが、踏切に立ってみるとなかなかのサイズであることが分かります。そしてあの管が姿を現していた場所までやってきました。ここでは道路が線路をくぐっており、管が地下から出てくる様子を間近に見ることができます。そしてこの管の行く先は道路を進んだ先にあります。住宅地を通る細い道路、歩いて1分もしない場所です。この左側には歩道がありますが、右側は様子が違います。奥に進んだところで右に曲がると、フェンスの向こうには川が流れています。そしてもう一つの鍵が、馬喰町駅の構内で響いていた、あの音。そう、馬喰町駅の構内で大量に流れる水の音です。あの管は馬喰町駅の手前が終点なのではなく、逆にあの場所から始まり、ここまで水を運んでいたのです。これはただの水ではなく、東京都内に溜まる地下水が溢れ出したものです。この馬喰町駅を含む総武快速線の東京駅から千葉寄りの区間が開業したのは1972年。開業後にとある問題が浮上します。この辺り一帯ではかつて地下水を汲み上げすぎたことが原因で地盤沈下が起きたことから地下水の汲み上げが禁止され、地下水位は上昇し続けてきました。その地下水がトンネルの壁面から溢れ出てきたというわけです。73年に開業した横須賀線側でも同じで、国鉄、そして JR がその処理に苦労することになりました。あの青い管の正体は排水管であり、トンネル内に流れ出した水を処理するためのものです。ほとんどが地下水であることや、その目的から排水管ではなく、導水管という呼び方をすることが多いようです。東京駅から先の方が管が細くなっていましたが、実情はむしろ逆で、東京駅より南では水量が増えるので、管が太くなっているのです。そしてこの地下水のせいでレールが錆びやすく、頻繁に交換する必要があることから、横須賀線と総武快速線のトンネルでは、比較的短い間隔で継ぎ目を設けたレールが使われています。溶接してロングレールにした方が乗り心地や騒音の面で望ましいだけに、残念な状況です。ただし、導水管が整備されたのは、トンネル完成から30年後の2002年。地下水問題はもっと前からありましたが、導水管の整備はそれほど昔でもないのです。そしてこの導水管のもう一つのポイントが、管の終点です。序盤の映像では早送りしましたが、川に放流するだけなら、もっと近くに別の川がありました。ここまで水を引き込んだのには、この川が置かれていた事情が関係しています。この川の名称は、立会川。京急線の駅名にもなっているこの川は、もともと天然の河川でしたが、時代が進むにつれ、下水を流すルートとして転用されました。先ほどの場所から上流には蓋がされ、大雨の際などに下水が流れ込む以外は水量も少ないことから、水質悪化が問題になっていました。なお、都内の下水道は古い時期に整備されたため、雨水と汚水を同じ間に流す方式が主流です。大雨で水量が増えると、処理していない汚水が直接河川などに流れ込むため、水質悪化を招きます。この状況を解決するため、JR 東日本と自治体が話し合い、導水管でトンネルの地下水を持ってきて、立会川に放流することになったのです。導水管の建設費用は30億円。安くない出費ですが、JR は地下水の処理のために、これまで年間で3億円の下水道料金を支払っていたので、10年で元を取ることができます。2002年7月に立会川への放水が始まったことで水質は改善し、半年後にはボラの大群が遡上する光景が見られるなど、大きな成果を上げています。ご視聴ありがとうございました。